こんにちは。今日はですね、ちょっと面白いデバイスを紹介したいと思います。カメラの一種なんですけど、ブランドがアイココというブランドになります。でそこの 4K ワイヤレスライブストリーミングカメラというふうに書かれています。でそこの、オンエアという製品になります。そして今回提供していただいたのはクリエイターズキットといっていろんなものが入っているキットになります。じゃあ中身をまず紹介します。中身はこんな感じになっていてかなり盛りだくさんではあるんですが、まずこれがカメラ本体ですね。そしてこれは三脚兼、自撮り棒のようなものになります。そして、バッテリーが2個ついてきます。さらにデュアルバッテリーチャージャー、そしてマイクロ SD カード 64GB のものが付属してきました。あとはこういった小物ですね。マウント用の小物と接続ケーブルがついてきます。そしてユーザーガイドとステッカーです。ユーザーガイドは今のところ中国語と英語になっています。イラストばっかりで非常にわかりやすいんで、あんまり言語は関係ないかなという感じがします。じゃあまずカメラ本体を詳しく見てみたいと思いますが、某社の某360度カメラにそっくりな外観ではあるんですが、これはですね、カメラが片方しかついていませんね。普通のカメラになります。で、このカメラ部分がこういう感じで回転するようになっています。自撮りをしたりとか相手を撮影するっていうことが簡単に切り替えられるようになっています。で、横にバッテリースロットとマイクロ SD カードのスロットがあります。ここにですね、これも某カメラとよく似ているんですが、こういう感じでマイクロ SD カードをはめて、で、バッテリーをはめます。こんな感じです。で、あとはですね、両側に両側にこういう蓋があるんですが、こちら 3.5mm のオーディオジャック。こちら USB-C 端子になっています。でここに液晶画面があって、もうすでにこれ付属してきた液晶保護フィルムが貼ってあります。ガラスフィルムがついていました。でこれが電源ボタン、そしてこっちが撮影、シャッターボタンになります。あとはですね、下に4分の1インチのネジ穴があります。横にもあります。でここにこの付属してきたこういったマウントを使って、アクションカメラ用のマウントにすぐに取り付けることもできます。では、電源を入れてみたいと思います。入りました。アイココと表示されています。上からスワイプしてくると、ここでさっき言っていて4つの機能の切り替えができるようになっています。ビデオ録画、それからライブストリーミング、そしてワイヤレスカメラ、USB というふうに書かれています。これもちょっと後から詳しく紹介したいと思います。あとはですね、ここでいろいろな設定ができるようになっています。解像度は HD、フル HD、BD、それから 4K になっています。4K30 まで撮影することができます。で、ビットレートはハイとか標準を選べます。フル HD であれば 60fps まで撮影することができます。あとは主だったところとしては HDR で撮影ができたりとか手ブレ補正がついていたりもします。そして冷却ファンっていうのが設定項目にあるんですが、暑くなった時に冷却ファンで冷却するような機能もついています。目立つところとしてはそんな感じでしょうか。で、スペック的な部分なんですけど、センサーは1.8分の1インチのセンサーがついています。でウェブサイトを見ると、最長で240分バッテリーが持つということが書かれています。で、これがすごいところなんですけど、今電源が入って起動してますよね。撮影中だとします。で、バッテリーを外します。バッテリーを外してもなんとまだ電源が入っています。そして別のバッテリーに付け替えることができてしまいます。ホットスワップが可能な機種になります。あとすごい熱にも強いらしくて、ウェブを見ると70度ぐらいになっても大丈夫というふうに書かれています。本体がプラスチックではなくてアルミでできているようで、ここはプラスチックだと思うんですが、アルミでできていて、かなり放熱性の高い筐体になっているようです。
で、先ほどから言っている4つの機能をちょっと紹介したいと思うんですが、まず USB と書かれているんですけど、USB はパソコンとつないでウェブカメラのように使うことができるモードになります。この付属してきたケーブルで接続して使います。そして今度ビデオ録画とありますが、これは通常のアクションカメラのように手に持って撮影する。手に持たなくても三脚でもいいですけど、普通のカメラとして使用することができます。4K 撮影ができるカメラになります。で、今度は生放送とありますけど、これはライブストリーミングになります。しかもすごいのが、スマホなどと連携して、スマホと別にケーブルとかで接続しなくて、このカメラで撮影しているものをスマホの携帯ネットワークを利用して、ライブ配信できてしまうという風になっています。しかもマルチカムでこのカメラ2台3台とつないで、それをスマホ側でパチパチとスイッチャーのように切り替えながらライブ配信ができる、そういうカメラになります。あとはワイヤレスカメラという機能があるんですが、これは何かというと、パソコンとつないでワイヤレスのウェブカメラのような使い方ができるものになります。で、その場合もマルチカムで撮影できるようになっています。で、実際使うにあたってはスマホとの接続が必要になってくるんですが、スマホにも専用のこの iCoco のアプリがあります。無料でダウンロードできます。で、立ち上げたらですね、この Tap to Connect を押します。そうすると簡単にすぐに接続されます。アプリが接続されましたとあります。で、ここで先ほど説明した4つの機能を選んで使うことができます。ライブ、それからワイヤレスカメラ、USB カメラ、そしてビデオカメラです。オープンプレビューを使うと、今カメラで撮影している映像がスマホ側にも映っています。で、もちろんここでいろいろ細かいパラメータの設定などもできるようになっています。で、撮影した映像もここで普通に、普通のカメラと同じように再生してみることもできるようになっています。非常に簡単ですね。例えばライブストリーミングをするとしたら、ここでもうライブを選びます。で、ここで、ライブ配信をするプラットフォームを選択できるようになっています。YouTube、Twitch とか RTMP とかあります。で、複数のプラットフォームに同時に配信することもできるし、シングル一つだけ選ぶということもできるようになっています。で、NEXT をして、でですね、ここでライブ配信をする際の画質とかフレームレートなどを選ぶことができるようになっています。HD、フル HD、BD、それから 4K。で、フレームレートも30か60か選ぶことができるようになっています。回線の状況がそれほど良くないときはこういう感じでフレームレートと解像度を落としてやることができます。ビットレートもハイとスタンダードが選べます。という感じで非常に簡単にセットアップして配信することができます。で、配信している様子もそのままカメラに録画しておくこともできますので、途中で映像が乱れたり切れたりした場合でも後でアーカイブとしてそれを残しておくこともできるようになっています。で、ライブストリーミング以外のカメラの使い方、実際どんな風に使えるのかちょっとやってみました。で、まずちょっと有線接続にしてみたいと思うんですが、これ付属の三脚にとりあえず載せてみました。こんな感じで足を開いて卓上三脚としても使えますし、結構伸びるんで普通に地面に置いて使うかなり長い三脚としても使えます。この辺がギミッキーで面白いんですけど、ビデオ雲台のハンドルのようになってるんですが、ここに Bluetooth で接続できるシャッターボタンもついています。で、こっち側はですね、スマホのホルダーになっていて、こういう感じで縦にしたり横にしたりしながら、カメラのコントロールができるようになっています。で、今回はちょっと有線で接続するので、こういう感じでケーブルで Mac につないであります。例えばですけど、ウェブカメラ的な使い方なんで何でもビデオ通話とかオンライン会議ソフトとか何でも使えると思うんですけど、ちょっと試しにじゃあ Zoom でやってみたいと思います。で、これが今 Zoom の設定画面なんですが、そこでビデオのところに行って、UVC カメラというのを選べばもう私が映っていますね。こんな感じで簡単に、
ウェブカメラとして使うことができます。遅延もほとんどありません。次にじゃあワイヤレス接続してみたいと思うんですけど、ワイヤレス接続はパソコン側にアプリを入れないといけないんですけど、それが今のところ Windows 用しかないようなので、ちょっと Windows パソコンで今度繋いでみたいと思います。で、今度はちょっと同じ画面なんですけど、これは Windows になります。で、Windows の中にもうアプリが入れてあるんですが、こういう iCoco Studio Lite というアプリが入っています。ワイヤレスカメラにします。カメラ側をワイヤレスカメラに設定します。そうすると、こんな感じで、すでにこう接続されているというのが表示されています。スマホのアプリでカメラをこの家の Wi-Fi ネットワーク、このパソコンと同じ Wi-Fi ネットワークに置く必要があるんですけど、その設定さえ一度してしまえば、立ち上げれば勝手にもうつながるような感じになっています。で、あとはアプリ側でカメラの選択をこの iCoco On Air にするだけです。でこうするとですね、もう私の顔が映ってますけど、こんな感じで、今度は Windows 側のワイヤレスウェブカメラとして今立ち上がっています。数秒遅延がある感じでしょうか。でマイクもこのカメラについているマイクをそのまま、ウェブカメラ用のマイクとして設定することができるようになっています。なので現在はこの Windows パソコンのワイヤレスウェブカムとして今作動しています。ワイヤレスなので今一切ケーブルがつながってないワイヤレス状態なんですけど、ネットワークの範囲内であればケーブルいちいちつながなくてもこういう感じでワイヤレスのウェブカメラとして使うことができてしまいます。例えばですけど、こんな感じで屋外をそのまま映すこともできてしまいます。今度はカメラ本体でちょっと録画している映像どのぐらいか見てみたいと思いますが、これ 4K30fps でビットレートハイ、一番画素数高い状態です。で、HDR はオフで撮影をしています。どうでしょうか。液晶で見ると結構白飛びしてるんですけど、音声どうでしょうか。これは、指向性をつけずに全方向の音声をくまなく拾うというモードで撮影をしています。空の様子どうでしょうか。木々の緑はどんな感じでしょうか。かなりカメラが熱くなってきました。我が家でも今ガーデニングをしているようです。日陰、ちょうどパラソルの下の日陰の部分なんか映りはどうなんでしょうか。今度は HDR がオンになっています。HDR をオンにすると手ブレ補正は効かないようです。ちょっと乾燥してきた秋っぽくなってきましたが、相変わらずかなり暑いです。フル HD でやってみましょうか。フル HD でどのぐらいできるのか、撮影できるのかやってみたいと思います。11時58分スタートです。あれ？全部表示されてる。ダメですね。ちょっと日陰に。カメラも相当熱いですけど、全然問題なく動いております。2時間1分ですね。バッテリーが 24% になりました。バッテリーの持ちもすごいけど、凄まじいですね。この熱耐性がすごすぎる。すごいですね。ホットスワップができるっていうのは。はい。うわ、バッテリーが熱い。熱い。60度ぐらいにはなってるんじゃないですかね。もうすぐ3時間になりますが、全く問題なく動いています。もうバッテリーがなくなりそうになってきました。凄まじいですね。じゃあ、アプリ上で停止します。バッテリーの持ちもとてもいいし、しかも熱にむちゃくちゃ強いですね。びっくりしました。4K で直射日光が当たる状態で
やっていますが、余裕です。58分。もう1時間経ってます。さすがにちょっとここのインジゲーターが黄色くなってますけど、映ってるでしょうか。47度で1時間半。そしてバッテリーのインジゲーターがだいぶ減ってますので、どうかな、あと3分の1ぐらいでしょうかね。2時間ぐらいは余裕でいけそうですね。熱い。金属部分はもうむちゃくちゃ熱くなってます。ということで今回はアイココオンエアというカメラの紹介でした。ライブ配信ができるカメラは例えばアクションカメラとかスマホとかいろいろあると思うんですけど、やはり長時間安定して行うっていうのはなかなかハードルが高いのかなと思います。その点このアイココオンエアは例えばバッテリーがホットスワップできることとか、あとそもそも熱に強くできていてそう簡単には止まらないとか、そういった長時間安定して配信したり録画する上で重要な部分がかなり強化されているカメラかなと思いました。日常的に長時間のライブ配信をしたりとか録画をするっていう用途がある方には非常に向いているカメラかと思います。その反面綺麗な動画を撮るとかシネマティックな動画を撮るとか、そういうのには向いてないかなと思います。あくまで記録用配信用のカメラとしてはよくできているという感じがしました。このカメラに関する詳しい情報はまた概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひご覧になってください。そして今回特別に 10% の割引クーポンも発行していただいていますので、購入される際にはぜひ活用してください。公式サイトのリンクを貼っておきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。